めっちゃいい匂い。鶏胸肉とは思えへん。カレー粉を使っていきます。 OK ということで完成。ジムに行きましょう。いただきます。その分ちょっと手の豆がねめっちゃ痛いんですよ。皆さんおはようございます。今起きました。起きたと同時に顔だけ洗ってカメラ回し始めてるんですけど、今日も一日朝からがっつりトレーニングしてしっかり食事も徹底していきたいと思ってるので、今日も一日頑張っていきましょう。で今日も一応作ってみたい、高タンパクなレシピがあるので、それを作って、朝からトレーニング向かっていきたいと思います。というわけで今日も一日頑張っていきましょう。これから作っていくんですけど、今日使う食材もめちゃくちゃシンプルなんですけど、今日食べる分のお米、これが3合。あとは鶏胸肉、これが 727g。メインはもうこの2つだけなんですけど、今日はカレー風味の味付けをしていきたいと思ってて、今回初めて作るんですけど、多分めちゃくちゃ美味しく仕上がるので、メインの食材は鶏胸肉だけ、これだけを使っていきたいと思います。今日お米にも味付けしたくて、しっかりお米を洗って3合の線まで水を入れました。で、ここに味付けしていくんですけども、この2つ、コンソメとターメリックで味付けしていきたいと思います。コンソメは適量でいきます。味がつく程度。今回鶏胸肉をカレー風味に味付けするんで、ちょっとスパイス系の食材に合うお米にしたいので、この2つを入れていくっていう感じなんですけども、ターメリックも一緒に入れていきます。これはちょっと多めに入れていきます。しっかり色をつけたいので。で、炊飯器にセットする前にしっかりこのお米を混ぜていきます。しっかり混ぜてあげて、色ムラがなくなるようにしていきます。で、このままお米をセットしてあげて、普通の炊飯モードで炊いていきます。もうこれでお米は一旦待っていくだけ。で、次は鶏胸肉なんですけども、まずはいつも通り皮は使わないので外していきます。余分な脂質を削ぎ落とす。よし。で、皮が剥げたらここから一口サイズの食べやすい大きさに切っていきます。一口サイズに切っていくんですけど、今日はちょっと一口サイズよりちょっと小さめに切って、できるだけ火を通りやすくしていきたいと思います。だいたい大きさはこのくらいで、薄さはこんな感じで薄めにしていきます。最近は体重が徐々にいい感じに増えてきていて、今がだいたい77キロ。一番絞ってた時で73キロやったんですけど、プラス3キロぐらいで、徐々に増えてきてるんですけど、ジャンクなものとか食べて、カロリーは稼ぐことは一切せずに、クリーンなものだけで体重を増やしていくっていうことだけを意識してます。で、今77なんですけど、だいたい80キロぐらいかな。80キロぐらいを目安にちょっと増やしていこうかなと思ってます。で、このくらいの食べやすい大きさに切れたので、ここから味付けしていきます。まずは塩コショウで味付けします。塩コショウは適量で。コショウも適量。コショウを振るときマジで硬いから前腕がパンパンになる。で、ここにカレーの味付けをしていくんですけど、今回このジャワカレーの粉タイプのカレー粉を使っていきます。カロリー 50% オフっていう、やっぱりこういう便利なものが売ってるので、できるだけこういう便利なものを使っていきます。ここに入れるのは、この1袋に対して半分だけ入れていきます。もう半分はまた別で後で使うので、まずは半分だけ入れる。で、この中に片栗粉も入れていきます。片栗粉も適量入れていく。鶏胸肉焼いていくんで、焼いていくときはやっぱり片栗粉をやってあげることで、すごい鶏胸肉がしっとりするので、水分を閉じ込めてくれて。なんで鶏胸肉を焼くときは、片栗粉は絶対まぶしてあげた方が美味しくなります。全部の鶏肉に味が行き渡るように揉み込んでいきます。やっぱ鶏胸肉パサパサしてて結構苦手っていう人多いと思うんですけど、こういう味付けであったりとか、片栗粉っていう工夫をしてあげることで、マジで美味しく食べれるようになるので、鶏胸肉とかパサパサしてるの苦手って方は、こういう工夫するのマジでおすすめです。僕も結構パサパサしてるの苦手なタイプなんですけど、こういう工夫することで全然食べれるので、こんな感じで全体に行き渡ったら、これで下準備は完成。鶏胸肉に火が通った後に最後にもう一回味付けするので、その調味料を作っていきます。これも全然難しくなくて、まずは酒とみりんを入れていきます。酒とみりんは1対1で入れていきます。目分量。で、ここに醤油も入れていきます。醤油はちょっと少なめでいきます。こんなもん。で、ここにさっき余ったカレー粉を入れていきます。さっきのカレー粉を入れて、
で、最後にラカントを入れていきます。これもマジで何回も動画で言ってるんですけど、トレーニングしてる人はマジでおすすめで、簡単に言ったら砂糖なんですけど、砂糖との違いはカロリーと糖類がゼロっていうダイエットを減量してる人っていうのはマジでおすすめ。ラカントもカレー粉と同じぐらいの量入れていきます。で、これでしっかり混ぜ合わせていく。ダマになってるのをしっかり潰してあげて、で、ここからさっき用意した鶏胸肉を焼いていくんですけど、まずはフライパンにオリーブオイルを敷いていきます。オリーブオイルを敷いてあげて、で、まだ火はつけずに鶏胸肉を並べる。ちなみに今日4食分一気に作るので、この鶏胸肉は、4食分に分けていきたいと思ってます。で、今回ちょっとカレー粉をまぶしてるので、強火にしてしまうと焦げてしまうので、火は弱火でじっくり焼いていきます。もう本当に弱火で、このくらいで。で、これでじっくり両面焼いていきます。ということで、こんな感じでいい感じに焼けてきたので、さっきの調味料を入れます。やっぱりちょっとカレー粉がついてる分茶色くなってるので、しっかり焼けてるかわからないので、弱火でじっくりコトコト確認しながら焼いていきました。で、ここにさっき作った調味料を入れていきます。で、これでしっかり味を絡めていきます。 OK ということで完成。めちゃくちゃカレーのスパイスのいい香りがする。で、あとお米がもう5分ぐらいで炊き上がるので、一旦待っていきます。ということでお米が炊けたので、今日のカレーのスパイスにめっちゃ合いそうな感じです。これを一旦4等分していきます。しっかりこんな感じで4等分できたので、さっき作ったこのカレー風味の鶏胸肉を4等分していきます。やばい、めっちゃうまそうな匂いが。これは 120% うまいでしょ。絶対うまい。これが今日の1日の食事。最後にこのバジルでちょっとご飯に色付けしていきたいと思います。見た目を良くするために。OK！ 完璧。これはなかなかいい出来栄えじゃないですか。めちゃくちゃうまそうやし、カレーの香りがめっちゃいい匂い。鶏胸肉とは思えへん。で、最後に忘れてたんですけど、ちょっと野菜が足らないということで、トマトを追加します。トマトを追加してあげて、やっぱ野菜もしっかりとっていかないといけないので、よし、食べよう。いただきます。まずはいつも通りコーヒーから。いただきます。うまっ。やば。マジうまい。カレーとこのお米の相性マジで最高や。これ食べ終わったらまあジム行くんですけど、今日もがっつり2時間頑張れちゃう。OK、じゃあいつも通りマイプロテインのプレワークアウトだけ準備してジムに行きましょう。マジでこれを飲んだら30分後ぐらいにもうテンション爆上がりになって、もうめっちゃトレーニング集中できるんですよ。ここからまあ30分ぐらい歩いてトレーニング向かうので、これを飲みながらいつも通り向かっていきたいと思います。さあ、今日は一応背中トレなんで、苦手な背中トレなんで頑張ってやっていきたいと思います。というわけで今日も頑張りましょう。ちょうど今から30分ぐらいでジム着くので、ちょうど今飲んだらジム到着したぐらいにプレワークアウトが一気に効いてくるぐらいになるので、いただきます。つけてください。79円。レシートをお取りください。最近ずっとやっぱ筋トレしてると、大会出てる人の動画とか結構見たりするんですよ。ボディビルとかクラシックとかフィジークとかいろいろあると思うんですけど、その中でやっぱ一番興味あるのはやっぱフィジークかなって思って、いつか出てみたいなと思ってるんですけど、2年後ぐらいに出てみてもいいかなと思ってるって感じなんですけど、とにかく筋トレが今は楽しいので、楽しいからやってるみたいな感じなんですけど、せっかくなんでいつか力試し程度に出てみてもいいんかなとも思ってるんで、最近は何年後になるか分かんないですけど、いつか出てみようかなとは思ってるって感じですね。It's been a while since I've seen your face. How you been? I'll admit I've really missed this place. Just so you know you haven't been replaced, 'cause I still think of you now like nothing has changed. And we just can't deny our hearts are beating time. We're both still synchronized. And we can't live a lie. In between you and I, there's always love we hide. But it's always been you. It's always
always, it's always, it's always been you. It's always, it's always, it's always been you. It's been a while since I've seen your face. How you been? I've really missed this place. Just so you know, you haven't been replaced. 'Cause I still think of you now like nothing has changed. And we just can't deny our hearts so good in time. We're both still synchronized. Whoa. And we can't let a lie in between you and I. ということで今家帰ってきて、でシャワー浴びたんですけど、だいたい2時間半ぐらいかな。2時間半ぐらい背中と2頭やって帰ってきたっていうような感じなんですけど、最近そう胸と肩と背中、この3つぐるぐる回してて、で背中の頻度も回ってくるのすごい早いんですよ。すごいなんか感覚が良くて、背中のトレーニングの時の効いてる感じが、だいぶ頻度が増えてるんで、感覚もだんだん良くなってきてるっていう風にちょっと今実感してるんですけど、その分ちょっと手の豆がね、めっちゃ痛いんですよ。こう、わかるかな？この豆がね、だいぶ痛なってきたんですよ。背中トレやったら、やっぱりある程度ね、ちょっと豆はできちゃうのは仕方ないんですけど、ちょっと痛くなってきたので、潰れないようにしたいんですけど、背中トレは苦手なんですけど、あんまりね、ちょっと他のところと比べて効いてる感覚がちょっと薄いというか、そんな感じが結構僕あるんで、苦手っちゃ苦手なんですよ。でもなんか、徐々に感覚も良くなってきた、効いてる感じがする、そんな感じなんですけど、引き続き背中もしっかり強化していきたいと思ってます。ということで2食目は朝と同じなんですが、温めて食べていこうと思います。4食分一気に作ってたんで、ジムの帰りとか結構お腹空くんですけど、家に帰ったら温めたら食べれるっていうことを考えたら、まとめて作るのはマジでおすすめ。温めていくんですけど、トマトだけ一緒に温めたらちょっと怖いので、トマトは取り除いて温めていきます。よし、いただきます。トマトから。マジでこのカレー風味がドンピシャでいい味付けになってる。マジでこっからの1年は本当に勝負だと思ってるんで、次の夏までマジででかくなるサイズにとりあえずこだわって、高重量高回数、ボリュームですね、ボリュームにこだわって、食事も徹底して高タンパク低脂質意識して1年間今まで以上に、筋トレに捧げていこうかなと思ってるので、マジで1年後楽しみにしててください。マジででかくなるんで。というわけで今日はカレー風味の鶏胸肉を作ってみました。これも本当に美味しいので、よかったらぜひ真似してみてください。材料も全然かからないので、本当にもう味付けだけなので、めっちゃシンプルなんですけど、マジで美味しい。ご飯と鶏胸肉にする人結構多分いると思うんですけど、この味付けはマジでおすすめ。というわけでこの動画がもしよかったら、グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。というわけでこれからもトレーニング引き続き頑張っていきたいと思いますので、応援のほどしてくれたらすごい嬉しいです。動画はこの辺で切ろうかなと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。